今回お車買い取りでいただいた JZX100 系のチェイサー、ターボモデルのツアラー V テインのフレックス Z、ローダウンされてると。で車検がね、丸2年残ってます。タイミングベルト交換してます。はい、よし君こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっていきましょう。はい。はい。今日は11月の22日ですね。はい。14時18分、気温は15度、寒くなりましたね。はい。真っ黒じゃないですか、私。真っ黒です。だいぶ。ちょっとインドネシア行ってきまして。インドネシア。サーフィンしてまして。すごい波が良かったんですよ。ちょっと後で動画を送るからさ、ちょっと差し込んでほしいんだけどさ。まあ多分このチャンネル見てる人はサーフィンは全く興味ないと思うんですけど、インドネシアの交通事情は結構すごかったね。それも後で動画を送るからちょっと差し込んでほしいんですけれども、はい、まあ日本でいうとさ、煽り運転とかパッシングとかクラクションとかさ、はい、もう一発退場みたいな雰囲気になっちゃってるじゃないですか。そうですね。ね、はい、もう警察もそうですけど、はい、SNS もだいぶ盛り上がっちゃうコンテンツになりますけれども、インドネシアはもうそんなの当たり前でしたね。ガンガンクラクション鳴らしまくりの、追い抜きまくり、煽りまくりの挙句の果てに逆走 R は、信号もあんまり守ってなかったかな。信号はあんまない国なんだけどさあ、日本ってすごく治安がいいなって思った感じでございました。はい。まあちなみにスポーツカーに絡めてちょっと言うのであれば、はい、R35GTR のニスモスペシャルエディション、今現行モデルが出てるけど1個前のモデルですね、はい、新車価格が3000万弱がオークションで消費税込みで大体4500から5000万ぐらいまで入ってた時あったんですよ。すごいでしょ。すごいで、それどこの国に行ってたかっていうと、はい、一部実はインドネシアに行ってたんですよね。これね、知ってる人あんまりいないと思う。結構マニアックな情報。そうなんですね。そうで、そこの輸出レンジがなくなったんで、はい、今はですね、だいぶ安くなってるったって3000万とか、やっぱり当時新車で売ってた価格がそのままぐらいなのかな、はい、っていうのありますけれども、さっき言ったように1年前3000万で買って5000万で売れる、もう宝くじみたいな話だったんですけどね、はい、っていうのがありました。インドネシアも右ハンドルの国ですから。はい、はい、っていう感じでした。はい、ちょっと小ネタを挟んで、今日はですね、すげえいっぱい撮ります。このチェイサーから始まり、はい、次はこのインテグラにしようかな。インテグラタイプ R、はい、であとは奥にある S15 シルビア、ER34 スカイライン、はい、であとは車庫の中に入ってる RX7 ですね、っていうのを取っていこうと思いますので、はい、おそらく僕たちも体力と元気が持たないと思うので、はい、ちょっとこう短めに内容はちょっと薄くなるんじゃないかなとちょっと思ってます。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。本日紹介させてもらうのは、こちらの車。この車、よしもう分かりますよね。チェイサーですね。はい、型式は100。はい。はい、JZX100 系のチェイサー。うちで入ってきたってことは、大体はターボモデルのツアラー V ということで、はい、この車は、100系チェイサーのツアラー V 入ってきました。はい、100系専門店ではないんだけれども、やっぱり取り扱い台数が多いので、はい、買い取りの依頼もものすごく多くて、はい、でこの車はお客さんから直接買い取ったお車という形になります。はい、愛知のお客さんだったかな。はい、です。先に車内容をお話しすると、年式がね平成12年11月登録。なので、100系チェイサーの最後の方ですね、後期モデルになっております。で、グレードはさっき言ったように、チェイサーのツアラー V ターボモデルですね。シフトはオートマチックです。残念ながらマニュアルではないんですけれども、はい、オートマチックの、車になっていて、走行距離が10万6400キロ、10万7000キロいかないぐらいかな、はい、っていう形になっていて、修復歴なしのお車となっております。はい、でもパッと見、この見ていただいた通りで、本当に純正プラスアルファ程度で、はい、ほぼ純正です。ほぼノーマルです。フロントエアロがちょっと入ってアルミ入って車高下がってるぐらいかな。マフラーですらノーマルですので、ほぼノーマルのチェイサーってこうなんだみたいな、これをベースにいじっていただくもいいですし、このまま乗っていただくもいいですし、もう可能性は無限大な都合のいい言葉ですね。はい、っていう感じになっております。はい、では、早速やっていきましょう。まずは、じゃあ改造箇所と、はい、オプションパーツって言ったらいいかな。はい、まずはこのフロントリップスポイラーですね。これ純正オプションの、はい、ちゃんと硬いフロントリップスポイラーがついております。はい、残念ながらサイドとリアはちょっとないんですけど、フロントだけという形ですね。はい、で、アルミホイールはですね、ワークのランベックLM7 っていうのかな、
の、18インチホイールになっております。でフロントが 8J、 リアが 9J、 オフセットは前後ともプラス45、まあチェイサードンズバ車検対応爪そのまんまのぴったりサイズっていう感じですかね。なので、フェンダーの爪も折り曲げしてないのでちゃんと残ってます、はい、という感じでございます。で、タイヤに関しても、2021年のタイヤメーカーはケンダかなんかまあ言い方変ですけどそんなにいいタイヤじゃないけどね、2553518とフロントが225か2254018という形で、もちろんタイヤもたっぷり残っているという形でございます。実はこの車入ってきた時はですね別のアルミホイール履いてて、はい、それが19インチのちょっとねメッキがかったホイールであんまりちょっと合ってないかな。やっぱりまあ118インチぐらいまでじゃないかなとは思うので、うちのストックであったこのホイールに、変えたという形です。はい、でですね、車庫調に関しては、テインのフレックス Z の、車庫調で、まあ、ローダウンされているという形になってますね。まあ、これも一番定番パーツっていう感じかな。はい、で、後ろ回ってマフラーはノーマルです。はい、ノーマルです。どうかっこよくとってもノーマルなんで、はい、という感じでございます。はい、以上です。早くない？さっくり。そうなんですよ。いつもあれとこれとそれとこれとってやってるんですけれども、はい、それぐらいこの車はノーマルです。はい、ただクオリティかなり良くて、ヘッドライトとか見てもらうと、まあめちゃめちゃ綺麗ですし、オリジナルのねやっぱいいところがちゃんと残ってますよね。オレンジのウインカーもちょっとここら辺ゴムモール剥げちゃってるけど、オレンジのウインカーあったりとか、まあ、グリルもね純正のでちゃんとバッジもついてますし、このバッジどうやら今めちゃめちゃ高いらしいので盗難に気をつけましょうっていう話なんですけれども、リアスポイラーもパテ読みしないで純正のリアスポイラーがついているという感じでございます。はい、はい、OK ですね。はい、じゃあ次、外装の傷に行きたいんですが、外装の傷もあまり目立つもの特になくて、まあ、パッと見特段気になるところないでしょ。パッと見はないですね。フロントエアロも全然綺麗だし、はい、これってでも塗ってんのかな。これはまあいいや、まあ綺麗ですよね。はい、で横も特に線傷らしいもの、へこみ傷はないんですが、1箇所だけ、はい、ここだけ透かすと分かるような、ちょっとこう分かる影になるボディラインっぽく見えるんですけど、これへこみなんですよ。微妙にあります。そうそうそう、まあ、あんまり目立たないんで、まあそれが一番目立つ傷かな。リアバンパーとかもめちゃめちゃ綺麗ですし、はい、でねこっち側もね傷あったんだけどね、ここはね板金で直したんだけど、あここはちょっと傷あるか。なんだったかね。これもう本当に爪の本当米粒ぐらいな。あとここら辺ちょこっとタッチペンぐらいで。まあ、あとはドアモールちょんちょんちょんっていう感じなので、かなり綺麗です。綺麗ですね。はい。はい、で、あとはこのトヨタのホワイトですね。これねまだ入ってきて、はい、やっと作業終わったぐらいで、はい、ちょっとこれから外装仕上げるんだけど、よーく見てもらうとね、ちょっとやっぱりくすみがあるんですよ。はい、あここに飛び石もちょこちょこあるかな。でこれに関しては、磨き1回入れれば全然またツヤ復活するんで、はい、ちょっとだけ色汗っていうかくすみがあるんですけど、まあそれは全然綺麗に復活できるんで安心してくださいっていう、そんな感じですね。はい、はい、1回磨いてツヤ出して、で、まあ、その上からコーティングしてあげればもう完璧っていう、はい、そんな感じでございます。 OK ですね。はい、はい、じゃあ次内装いきましょう。ちょっと内装あれなんでエンジンかけるね。内装に関してもほぼノーマル、はい、ETC、はい、ETC を説明する時ってあるドライブレコーダー、これシガーソケットタイプだけど、でもなんかあんまり調子良さそうじゃないんだよな。あ、うん、
一応電源入るか、あとまあナビゲーション、はい、RS20 でよいしょ、地デジ映るのかな。フィルムアンテナ貼ってあるな。映りますね。これあれだ、肖像権とかありますから、ちょっと使えそうな。そうだね、全然問題ないです。バックカメラはないですね。はい、以上です。はい、それぐらいですね。それぐらいです。まあシートの状態、あとダッシュボードの状態、まあここら辺はかなり綺麗なので、こんな感じなんですよ。でチェックランプも点灯ないし、ちょっと一回座るね。ここ見てもらって。まあチェイサー100系買うとき、一回オンにしてちゃんとここ、このランプがつくかどうかチェックした方がいいですね。これよくチェックランプつくんで、煩わしいのと車検とかで弾抜いちゃう人いるんですよ。でそのままの状態の車も多いので、これがちゃんとつくことを確認してもらってから買った方がいいんじゃないかなと思います。で仮にここが点滅とかがあるようであれば、まあ、そのグローボックス脇に入っているスロットルコンピューター、だいたいそれがダメなので、まあ、それを修理してあげれば復活するという形でございます。OK ですね。はい、でこの車はまあちゃんと消えて、ここのスイッチを押せばちゃんとこう作動すると、まあ、ボタンを押して入れたり切ったりしてますけど、ちゃんと問題ないです。さあ問題ないという形でございます。まあでも定番トラブルなんで、うちなんかだともうスロットルコンピューターと、コンデンサーを修理済みの、要は中身を修理してオーバーホールしてあるスロットルコンピューター実は予備で持ってるんですよ。だからもうそういう車が入ったらそっちと変えて、でダメな方をまた修理出してみたいな形でやってるんですけれども、まあ、この車は普通に問題なしという形でございます。じゃあ次エンジンルーム行きましょう。やばい、今回の動画すぐ終わっちゃうすぐ終わっちゃうよよっ、よいしょ、洗車したばっかりだから水が、エンジンルーム見ていただいて分かる通りノーマルです。やはり説明するところが何もない。エアクリーナーはノーマルです。はい、以上ですまあ錆もなく、綺麗じゃないですか。イオンもなく、ここら辺も綺麗ですしね。どうですか？調子は良さそうなんです。全然いい。であとね、このお客さん前売っていただくタイミングの時にちょうどね、車検切れるタイミングで売っていただいたんですよ。でうちで入庫して、車検をねもう一回取り直してるんですよ。だからね車検がねこの車めちゃめちゃ長くて、まあ当たり前ですけど取ったばっかりなんで、2年後の11月まで残ってるんで、まあ丸2年残ってます。まあこれ結構ポイント大きいかなと思って。でその車検を取るときに、まあ、オイル交換もやって、であとは、距離も10万6000キロ、超えてる、10万キロ超えてるんで、タイミングベルト交換して、であと、まあ、ちょっと見づらいけどウォーターポンプ、このね中のね綺麗なシルバーのパーツ分かるかな、まあ、これなんだこれなんだ、これかな、ウォーターポンプね、そうでこれも交換してあります。だから、まあ、お金かかる部分、買った後すぐじゃあ車検取んなきゃいけない、買った後すぐタイミングベルトウォーターポンプ変えなきゃいけないとかっていう心配なく、もうこれで OK ですから。で、オイル漏れに関しても、カムカバーの、バルブカバーのパッキンですね、ここら辺も合わせて全部交換してあるんで、結構安心かなと。この辺はやってもらってる状態ですね。そうやっちゃった。どうせ遅かれ早かれなんで、もうやっちゃおうと思って、でどうせ工場もさ今本当にいっぱいで、なかなかちょっといろんな車入れられないんですよ、順番待ちで。なので、逆に言うと入れられるタイミングでまとめて全部バッバッと依頼しちゃうっていう感じで、納車整備でやるよりは先にの方が早いか、まあそうした方が納車整備が早くていいかなっていうのはあるし、まあそもそもね、まあ、やっぱり
お客さんが自分でどっか工場出して依頼するよりも、うちでしかもそういうタイミングでまとめてやっちゃった方が当たり前ですけどコストは安いので、そうですね。トータル的にコスト安いんじゃないかなと思ってます。はい。こんな感じです。エンジンルームここまで OK ですね。はい。はい。じゃあ最後次、トランクと、はい。下回り、はい。とメンテナンス履歴っていうんですかね。はい。いきますか。はい。じゃあトランク、はい。左側綺麗ですね。さっき洗いたてだけど水漏れはなさそうですね。うん、まあ多少は入っちゃってしょうがないんで、はい、溜まってるような水たまりになるようなのはちょっと問題なんですけど、はい、こっちに関しては大丈夫ですね。はい。はい、ああここ入れたくないよ。ここに入れちゃダメよ。こいつは絶対にこういうところに暴れるものはこう入れちゃうようにって感じですね。よいしょ。で後ろがはい、うわめっちゃ綺麗じゃん。綺麗ですね。ね。はい。こっち側も裏も錆とかなくて、なんていうの、肌色のシーラーが純正のシーラーがちゃんと残ってますね。あ、はいありますね。ね。はい。はい。まあやっぱりマニュアル車のツアラー V とかで結構やっぱり遊んでる車っていうのかな、はい、あまりその大事に扱われてないかった車も結構多いんですけど、はい、やっぱりオートマ車は比較的ねはい、おじさんが長く乗ってたりとか、はい、結構大事にガレージに乗ってたりとかっていうのがあるので、はい、オートマ車は比較的こういう程度のいい車が多いイメージが僕はありますね。はい、はい、じゃあ下回り行きましょう。はい、うん、まあ年式相応でも今の中古車市場で言うならやっぱり綺麗な方じゃないかなと思います。はい、うん、っていうか全然綺麗だね。綺麗です。はい、はい、ちゃんとジャッキポイントもね左右とも残ってますね。右側ジャッキポイントは左右残ってますね。程度いいと思う。はい、はい、であとは、メンテナンスとか付属品ですね。個人情報はもうカットしてあるんで大丈夫ですよ。写しちゃって、ここら辺に社外品のさっき言ったテインの車庫帳の説明書とか、はい、ナビゲーションの説明書とか、まあテインの車庫帳のレンチとかですね、はい、まあここら辺もろもろ入っているという感じでございます。であとは、ETC とか、はい、車の説明書、はい、これはなんだ ETC かな。であと記録簿ですね。記録簿もまあ、たくさんこんだけ1234567 8枚残ってて、はい、でお客さんまあノーマルも車もノーマルだしさ、はい、ずっとトヨタでね整備やってたんですよ。ほらちゃんとやってる。ほら全部トヨタでしょ、はい、っていう感じなので、まあトヨタがこれはちょっと違うな、山本自動車さん熱トヨタっていう感じでした。はい、そうで、記録簿で言うならば、平成27年27年からしかないんだけど、はい、2728293034か、令和ね、令和134年っていう形で、平成27年と2015年から、令和4年って去年か、2015年から2022年まで、2022年までのトヨタさんでやってた記録簿、点検の記録簿があるというので、まあ、メンテナンスもしっかりやられていた1台でございますという感じです。でこれももちろんお客さんに販売するときはお渡ししてという感じになります。はい、はい、以上です。はい、以上シンプル、早い。でもこんなもんでしょ。いつもより早いですね。いつもより早い。はい、編集が楽だね。編集が楽ですね。じゃあまとめるとそんな感じで、改めまして車の内容をもう一度お伝えすると、今回お車買い取りでいただいたこちらのチェイサー、はい、平成12年式11月登録、西暦でいうと2000年式ですね。はい、グレードは、みんな大好き 1JZ のターボエンジン付き、チェイサーツアラ V、シフトはオートマチック
総合距離は11万6400キロ、車検は取ったばっかりなんで2年後まで残ってる、はい、で内外装綺麗でほぼノーマルで、タイベル、ウォーターポンプ、オイル交換、あとバルブカバーパッキン、ここら辺全部変えてあるという形のお車でございます。で値段はねちょっとまだこれからなんだけど、はい、多分ね230万前後ぐらいだと思う。250まではいかないと思う。250はいかない、うん、はい、いくかな、ちょっと計算してたけど多分230何万とか240何万とか、多分それぐらいだと思いますっていう感じです。はい、はい、じゃあよしく一応そんな感じで、はい、紹介させてもらいましたけど、はい、じゃあ恒例の中身のない質問コーナー、はい、どうぞ。質問なんですけど、うん、今タイミングベルトとかウォーターポンプとか交換してもらってる状態っていうことだったんですけど、そうだね、実際もうこのまま乗っちゃっていいっていうことなんですかね。もう今この状態のまんま、この状態のまま、いいか悪いかで言うと、はい、多分全然大丈夫だと。大丈夫。少なくとも車検はさっき言ったように取ったばっかりなので、はい、車検に適合してて車検でダメなところは、ないという形ですから、まあそれ一つ大丈夫だよねって話、はい、あとは不安要素であるさっき言ったタイミングベルト、ウォーターポンプ、はい、ここら辺書いてあります、はい、オイル漏れも直してあります、はい、まあ、ついでオイル交換もしてあると、はい、っていうので、それに関しても特に問題なしという感じなので、まあこのまま乗っちゃってもいいっちゃいいと思う。ただし逆に言うと12ヶ月点検一周それ以外の部分を見てたりとか、はい、ってわけではないので、はい、例えばでもまあライトチェックとかは車検でやってるからな。例えばワイパーの吹き上げが悪いとか、例えばじゃあエアクリーナーフィルター見たけどさ、はい、あんなのも何千円とかの世界なんで、はい、まあちょっと汚れてるからじゃあ変えた方がいいよねとか、はい、そういうのはやった方がいいかもしれないし、はい、個人的に言うとちょっとねやっぱりでも中に伝わるエンジンの振動はちょっと大きいとは思ってるんですよ、はい、でこれエンジンがダメって話じゃなくてエンジンマウント側ね、エンジンのゴムのマウント側は変えてあげたら多分もっとシャッキリするんじゃないかなと思います。でも多分これ1台乗っちゃったら多分分かんないと思う。乗り比べないと。うん、でもそれぐらいかな。だからまあこのまま乗っちゃってもいいと思うよ。乗って気になるところをちょこちょこ直していくでもいいと思うし、はい、まあそれでもやっぱり不安だねっていうことだったらうちの場合だとこれはいろんな車屋さんによってやり方違うんで分かんないですけど、はい、うちの場合だと納車前はだいたいオイル、エレメント、ワイパー、バッテリー、プラグ、まあここら辺は全部一式変えちゃうんで、あとエアクリーナーのフィルターとかこういう交換タイプとかだったら、はい、あと水回りとかですね、はい、ここら辺は全部変えちゃうんで、はい、からお渡しするんで、まあそっちの方が安心っちゃ安心だし、はい、あと自分でやらなくていいから楽っちゃ楽っていう感じですね。だからこれはそのお客さんによって違う。はい、うん。プラグもさ、あともうちょっといじってレーシングプラグ入れたいよっていう人にとっては納車前にプラグ変える必要ないじゃん。そうです、もったいないじゃん、はい、どうせまた変えるから、はい、うん。でこれはお客さんによって違うと思います。ただね、うちの場合だとそのお客さんに合わせてそのまんまでもいいっていう人にはそのままでも販売するし、はい、やっぱり面倒くさいから整備してっていう人には整備してお渡しするし、はい、でさっき言ったようにその時に、こういうプラグを入れてほしいとか、こういうパーツを入れてほしいっていうのがあればそれを用意してもらえればそれをうちでつけるっていうこともできますし、はい、そこはお客さんによって柔軟に対応しますので、はい、まあ、だからこそ総額がさっき言ったようにちょっと変わる。総額はお客さんによって変わるからさ、はい、うん、一般的な普通の近所のお客さんとかだったら大体車両プラス10万15万ぐらいで収まっちゃうんだけど、はい、ニーズによって場所によって変わってくる、はい、っていう感じでございました。はい、OK ですね。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、1本目チェイサー、はい、ほぼノーマル、はい、買い取り。でも今説明しながら思ったけどこれめちゃくちゃ程度いいね。やっぱり良さそうです、うん、はい、やっぱりね買い取りの車ってねやっぱ程度いいんだよね、オークション出てる車よりか。でやっぱ素性も分かってるから、はい、買い取りでこうやっていただける車はすごくいいですし、まあ言ってもそれなりにちゃんと高いお値段で買わしてもらってますし、はい、買った値段はちょっとコストとかあるんであんま言えない、まあ、言えないって言ったってホームページに載せちゃうんだけど、はい、お客さんが買ったところに1回買い取りいくらですかって聞いた値段よりも、はい、うち50万高く買ってるんでやっちゃったと思ってでもねちゃんとそれぐらい価値がある車なんで全然 OK ですっていう感じでございました。はい、じゃあ1本目この動画、はい、ここまでで2本目3本目待ってますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。また引き続き次もよろしくお願いします。よし、ごめん、1個だけ言い忘れた。そうだ、はい、この車1箇所だけ故障箇所あった。故障箇所、うん、はい、左のドアミラー、左のドアミラー、左のドアミラー、です、はい、でちょっとずつちょっとずつちょっとずつ頑張って頑張ってっていう感じです。で、はい、開くとは問題ないと、はい、
閉まるときに、閉まるときこれだけはいご留意ください。まあ中古パスあればうちで多分入っちゃうと思うんだけど、はいっていう感じでした。はいインテグラタイプ R、年式は平成12年式175万円と、レイズの T37 ラフィックスのこのクイックリリースですね。追加メーター3連でスプーンスポーツの N1 のテールエンドのマフラーに